Why Australia? And then why Melbourne? カフェの経営をしたいと思ってて、ちょうど同じ時期にメルボルンにワーホリに来る友達がカフェでバリスタできたらいいなって思って、周りの人たちに行った方がいいんじゃないみたいな。まあ自分もともと行きたかった。来到澳洲后，我一直在思考能做点什么有别于在台湾的时候没办法做的事。来到这边，认识很多来自不同国家、不同背景的人，但我们同样都拿着 Working Holiday Visa。于是我就很好奇，是什么样的原因把大家带到这里来？就我所知，很多台湾人是来赚钱、存钱的，当然这也没什么不好。只不过我也想听听看外国人是怎么想的呢，以及在这个过程中他们的心路历程以及转变。Hi everybody, I'm Sean. So I'm glad to be here with you today. So my name is Sylvain, as you know. My surname is Hoang because my father is Vietnamese, so that's why I got the Vietnamese surname. But I was born in France. Now I'm actually 24 years old. I came in Australia on the 14th of November. The last year, so 2022. And what do you do before you came to Australia? Before I came to Australia, I was just graduating my master degree, so in digital marketing in France. Normally, I was supposed to finish my master in Canada, but it was during the COVID. Border was closed and I couldn't go to Canada 2020. That's why when I finished my study, I started to work. I just asked myself why I didn't move somewhere else during my study, you know. So all my school I did it in France. So yeah, that's why I woke up in the morning and told to myself I want to travel. Yeah, just doing something new and challenge myself. 真央です。27歳です。出身は日本で、日本の愛媛県出身で、元の職業は看護師。ワーキングホリデービザでここに来ていて1年間。名前はゆうやです。日本の神奈川県から来ました。26歳です。今年の4月で27歳になります。元の職業は不動産で、不動産を1年間ちょうど、その後アルバイトでオーストラリアに来るお金を貯めて、そのアルバイトでは飲食のレストランとフランフランっていうインテリア関係のリテールを、あと警備員3個やってたね。超頑張った。超辛かった。でお金をもう貯めてやっとこっちに来た。片桐夏美、28歳、日本の北海道出身です。その来る前の職業はいろいろやってたんだけど、幼稚園の先生、小学校の先生、ホテルのフロントスタッフ、あとマルタに語学留学3ヶ月。マルタイタリアの人知ってる？知ってると3ヶ月留学、語学留学。あとは事務の仕事とメール返したり電話したりとかのオフィスワークとカフェで半年ぐらい働いていろいろやりました。その中で一番長い時間、一番長かったのは幼稚園の3年間、ワーキングホリデービザで去年の3月についてるからもうほぼ1年いるぐらい経ったか、まだ経ってないけど、まあ11ヶ月は経った。ちょっと自己紹介をお願いします。薄い気をつけです。これで大丈夫？年でも27歳で埼玉から出身。職業は東京で不動産やってました。Why Australia? And then why Melbourne? Always thinking about going to Australia because I know that Australia is a place where you can find all the type of weather, temperature. There are a lot of animals, nature, all these things. Yeah. So I was interested by this point, and not especially with Australian, with all people around the world. I hear a lot of people for work. Basically, at the beginning, I was supposed to go to Canada because I told you that during my study I was supposed to go there. And I think the other point was the weather because the weather is not the same in Canada. In Canada, it's really, really cold. ちょうど同じ時期にメルボルンにワーホリに来る友達がたまたまご飯に行って、その子がもうメルボルンに行くって言ってたから、ワ
それだけ？それだけ。それだけ？メルボルンにした理由はそれだけ。まずオーストラリアを選んだ理由なんですが、そもそも日本にいた時にカフェの経営をしたいと思ってて、自分のカフェを開きたいと思ったのがまずきっかけで、留学をしようって思ったのね。そのカフェを開きたいからなんかコーヒーの知識を勉強したいと思って、でいろんな国を調べてた中でオーストラリアが一番そのコーヒーもう世界クラスだよっていうのを知って、中でもやっぱメルボルンがもうダントツでコーヒー文化根付いてるよっていうのをあらかじめ知ったので、それでオーストラリアに行こうってまず決めました。でも最初はシドニー行くんじゃない？そうなの。最初シドニーを選んだ理由なんだけど、もともとメルボルンにそのコーヒーの学校、通いたい学校があったんだけど、そこのやっぱ学校で英語でコーヒーの知識を勉強するって相当英語力が高くないとできないって言われてて、やばい俺英語力ないわって。絶対そうよみんな。そうだから本当だったらもう1年目シドニーじゃなくてメルボルンに来て学校に通いたかったんだけど、自分の英語力がないっていうのは知ってたから、まずはじゃあ基礎つけないとなって、自分の英語のベースを作んないとなって思ったからシドニーを選んで、日本人が結構ワーホリとかスチューデントとかでビザで結構日本人の人がいるっていうのを聞いてて、で、初めての留学っていうのもあって、日本人がやっぱ多い方が安心できるな。まずは正直怖かったね。英語もそうだしうまくやっていけるか不安だったけど、やっぱ日本人がそこにいてくれたら最悪なんか助けてもらえるかなって思って、最初シドニーで1年間で過ごして生活をしていくうちに、その英語のベースを作れたらなって思って最初シドニーを選びました。そうなんだ。治安がいい以上。それだけ？それだけ。カナダもそんなこれがあるでしょ。カナダって鉄砲保持ありだよね。いやアメリカだけじゃない？あれそうなの？近いけどそうか。違うかな。だとしたら、いやでもなんとなく怖いかなっていう勝手なイメージだから言ってないからなんかごめんなさいって感じなんだけど怖いっていうのと、寒いとか雪とかはもう北海道で存分に味わってるから満足そこは別にいいかなってあったから、なんかどっちかっていうとこうあったかいとこで過ごしてみたかったっていうのと、あとコーヒー好きだったからカフェでバリスタできたらいいなって思ってオーストラリアメルボルン選ぶ。ワーホリに来ようと思ったきっかけ、みんななんかいろんな人大きい目標とかあると思うんだけど、単純に先生っていう仕事をしてたらずっと先生っていうイメージがあるじゃない？そこからあんまり退職して違う仕事っていうイメージがない。もうずっと先生として働くっていうイメージが強いかなって思うんだけど、なんかそれを考えた時に嫌だって思って、先生の仕事はすごい好きなんだけど、こうもっといろんなこと経験したいっていうのと、なんかそこで何で知ったのか覚えてないけどワーホリの制度を知って、なんか違う国で英語を喋りながら働いて生活したっけ、なんかかっこよくない楽しそうって思って行こうって。オーストラリア来たワーホリどういうきっかけ？どういうきっかけ？海外に住みたいって思ってたのと、英語を伸ばしたいとか、あと周りの人に、社長さんとかにねなんかもっと夢を追いかけなくていいのみたいな言われて、ちょうどコロナ中でなんか海外行くのをちょっと諦めてたから、そこでもう一回ちょっと行こうみたいな。でなんか周りの人たちにすごいなんか行った方がいいんじゃないみたいな後押しもされて、自分もともと行きたかった。最初はメルボルンじゃなくて、最初はねカラッサっていうなんか本当に田舎、パースの北のだからケアンズの真逆、誰もなんか行かないようなで本当にそこでなんか全然アジア人も全然いなかった。そう台湾人の人がいたけど、みんな多分セカンドのためにあっちに行く。そうだね、セカンドとあとなんかオーストラリアで一番時給が高い。そう34。
低くて34。そうだからまあ俺それなんかついてから気づいた。あやったみたいな。ボタブラ知らなかった。ラッキーと思ってそこでまあセカンドとお金もちょっと稼いででパース旅行してでメルボルンに。でもメルボルン最初から住んでみたいな。安い街ランキング世界一。プランドシーどんな感じ？メルボルンとなんかパースとか全部比べてると。全部比べてみるとなんかやっぱメルボルン住みやすいな。まあめちゃめちゃ田舎に住んでたからまあ何もなくてあとミートアップとかその何そうランエクみたいなコミュニティとかも全然あんまりなかったから人少ないそうあとは、街自体もちっちゃかったからまあそれはそれで楽しかったけど、メルボルンはなんか長く住むんだったらいろいろできるからいいな。I stayed there for like 1 month. And it was like super hard to find a job. もう最初もう本当に注文するので精一杯で